1年 D 組の音無さん、安岡先生がお呼びです。大至急、体育館まで来てください。繰り返します。1年 D 組の音無さん、安岡先生がお呼びです。大至急、体育館まで来てください。
セーブですね。あなたが望むなら。君はバスケ部志望かい？いえ。そうか、それは残念だな。せっかく転校してきたから気を使って話しかけたのに、ひどい生徒だ。沖縄では陸上をやっていました。ガキ臭い。そういう単純で貧困な考えが現在の少子化問題にさらに追い打ちをかけているんだよ。先生がバスケ部に誘ったら転校生の模範回答ははいだ。そうでないと恥をかくことになるんだよ、先生がね。でもそれは。さあ練習だ。先生と練習だ。マンツーマンで密着して教えてあげる。さあおとなしさん、こっちへおいで。いや。二人だけの話がある。さあこっちへ。何ですか？まさか先生が気づかないとでも思ったのかい？君が普通の女子高生ではないということを。だから何なんですか？そこらの娘とは香りが違う。高貴で優美で旋律の香り。おとなしさん、その真っ赤な目から血の香りが漂ってくる。先生じゃなくなってる。抑止。さや、おとなしさん、おとなしさん、おとなしさやさん。さあ汗を流そう。火事。さや、戦って。
さや、ここは俺たちに任せて先を急ぐんだ。ルイスさん、抑止の痕跡は赤い盾が完璧に隠蔽する。今晩は何も心配しないで思いっきり戦いに専念してくれよ。わかりました。タイムリミットは朝日が昇るまで。ここの抑止の活動は夜が多い。朝になったら奴らを発見しづらくなる。だから一日で決着をつけてくれ。じゃあ明日の朝沖縄に帰るんですか？もちろん。カイとリクに心配をかける気かい？それに君の存在は君が思う以上に大きいんだよ。それが私の存在、私の役割。そうですよね。心配してくれてるんだ、みんな。分かってますけど。